ゆっくり解説 MGM ミュージカルの最後の手法。レスリー・キャロンの輝かしい代表作ベスト10。皆さん、こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ねえマリサ、ハリウッドのミュージカル映画って、夢があって素敵よね。ああ、特に MGM の黄金時代は最高だったよな。今回は、その時代の最後に輝いた手法と呼ばれる伝説の女優を特集するぜ。最後の手法？すごい響き、誰のことかしら？今回の主役、それはレスリー・キャロンだ。もともとはフランスのバレリーナだったんだが、あのジーン・ケリーに見出され、デビュー作、パリのアメリカ人でいきなりスターになったんだぜ。バレリーナからハリウッドスターへなんて、本当にシンデレラストーリーね。ああ、彼女の天真爛漫な魅力と卓越したダンスは唯一無二だったんだ。というわけで、今回はそんな彼女の輝かしい代表作を、ランキング形式でたっぷり紹介していくから、楽しんでくれよな。とっても楽しみだわ。第10位、3つの恋の物語、1953年。さあ、いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、一体どんな作品なのかしら？第10位は、1953年公開のオムニバス映画、3つの恋の物語だぜ。これは3つの独立した物語で構成されていて、デビューからまだ日が浅い、彼女のみずみずしい魅力が詰まった隠れた名作なんだ。オムニバス映画っていうと、いくつかのお話が入っている作品よね。パリのアメリカ人みたいに、前編でレスリー・キャロンが活躍するわけじゃないの？その通りだぜ。彼女が主演するのは第2話のマドモアゼルっていう物語なんだ。ここで彼女が演じたのは、厳格で孤独なフランス人の家庭教師。デビュー作で見せたような、弾ける笑顔を封印した。少し憂いを帯びた役どころが、逆にすごく新鮮なんだぜ。家庭教師役。しかも、憂いを帯びているなんて、なんだかすごく気になるわ。一体、どんな恋の物語なの？これがまた、とても幻想的で切ない物語なんだ。彼女が家庭教師として受け持つ生意気な少年がいるんだが、その子が魔女の魔法で、一夜だけ大人のハンサムな青年に変身してしまうんだぜ。マドモアゼルは、目の前に現れたその素敵な青年が、まさか自分の教え子だとは夢にも思わず、運命的な恋に落ちてしまう、という、一夜限りの儚いラブストーリーなのさ。そんな悲しい秘密があったなんて、相手の正体を知らないまま恋をしてしまうのね。なんだか胸が締め付けられるようだわ。彼女の演技も、きっと素晴らしいんでしょうね。ああ、その通りだぜ。一夜限りの恋に心をときめかせる表情と、その裏にある寂しさを見事に表現しているんだ。ただ可愛らしく踊るだけじゃない。女優レスリー・キャロンの表現力の片鱗がこの頃からすでに見える。だからこそ、キャリア初期の彼女を知る上で絶対に外せない作品として、第10位に選んだんだぜ。第9位、ガラスの靴、1955年。第10位は切ない恋の物語だったわね。続く第9位は、どんな作品がランクインしたのかしら？第9位は、レスリー・キャロンのバレリーナとしての魅力がまさに炸裂した一作。ガラスの靴だぜ。これはもう、彼女の真骨頂が存分に味わえる、美しくて幻想的な作品なんだ。ガラスの靴っていうと、あの有名なシンデレラのお話よね。ただの物語の映画化というだけじゃなくて、彼女の魅力が詰まっているっていうのは、どういうことなの？いい質問だぜ。この映画は、世界中の誰もが知る物語を、ただなぞるだけじゃないんだ。主役のエラを演じるキャロンの、その卓越したダンスを主軸において物語が再構成されているんだぜ。だから、彼女のバレエを最大限に輝かせるための映画と言ってもいいくらいなんだ。それに、リリーで演じた元気な少女とは全く違う、内気で夢見がちな少女っていう繊細な役どころも、すごく見応えがあるのぜ。彼女のダンスが中心のシンデレラなんて、すごく贅沢な作りなのね。具体的には、どんなところがバレリーナとしての見どころなのかしら？本作のバレエシーンは、なんとあの著名な振付師、ローラン・プティが担当しているんだ。彼の振り付けが、この映画の無限的な雰囲気を決定づけていると言っても過言じゃない。優雅で美しいバレエの数々が、
物語の世界観をぐっと深めているんだぜ。ちなみに、彼女が恋に落ちる王子様役は、英国の名優マイケル・ワイルディングが演じているんだ。ローラン・プティが振り付けを、それは本当に豪華だわ。きっと、息を飲むほど美しいバレエシーンなんでしょうね。その通りだぜ。まさに、バレリーナとしてキャリアをスタートさせた彼女の原点と、ハリウッドスターとしての輝きが見事に融合した作品なんだ。レスリー・キャロンという才能を最も美しく表現した映画の一つだからこそ、この第9位は絶対に譲れないんだぜ。第8位、ガチョウの親父、1964年。バレリーナとしての魅力が詰まった作品の次は、一体どんな一面が見られるのかしら？第8位が楽しみだわ。第8位は、彼女の新たな魅力を引き出した傑作ロマンティックコメディ、ガチョウの親父だぜ。なんといってもこの映画のすごいところは、共演相手があのハリウッド黄金期を代表する大スター、ケイリー・グラントだってことなんだ。あのケイリー・グラントと共演したの。それはすごいわね。ミュージカル映画じゃないのね。ああ、今回はダンスを封印して、コメディエンヌとしての才能を存分に発揮しているんだぜ。物語の舞台は、第二次世界大戦下の南太平洋のことを。そこでキャロンは、7人の女性とを引率する気品あふれるフランス人女性カトリーヌを演じている。そして相手役のケイリー・グラントは、いつもの洗練された紳士のイメージとは真逆の、武将髭で酒好きの武骨な世捨て人ウォルター役なんだ。正反対の二人ね。そんな二人が孤島で出会うなんて、いかにも何かが起こりそうな設定だわ。その通りだぜ。上品なカトリーヌとガサツなウォルター。まさに水と油の二人が、ひょんなことから一つ屋根の下で暮らすことになって、最初は反発し合うんだが、次第にお互いを意識し始める。という王道の物語なんだ。この二人のコミカルなやりとりが本当にお見事で、脚本の素晴らしさから、なんとアカデミー脚本賞を受賞しているんだぜ。アカデミー賞も受賞した脚本なのね。それは面白くないわけがないわ。大スターのケイリー・グラントを相手に、コメディを演じるレスリー・キャロンも素敵でしょうね。ああ、全く引けを取っていないぜ。むしろ、彼女の真面目さが空回りする様が、すごくキュートで笑いを誘うんだ。ミュージカルで見せる可憐な魅力とは全く違う。コミカルな演技で大スターと堂々と渡り合った。女優としての彼女の引き出しの多さを示す。キャリアの中でも非常に重要な一作だから、第8位にランクインさせたんだぜ。第7位、バレンチノ、1977年。コメディエンヌとしての才能も素晴らしかったのね。でも、キャリアを重ねてからの彼女は、どんな役を演じたのかしら？いいところに目をつけたな、レイム。第7位は、MGM 時代のイメージを完全に覆す。キャリア後期の挑戦的な一作、バレンチノだぜ。これは、過激な作風で知られるキサイケン・ラッセルが監督した、非常に個性的な伝記映画なんだ。キサイケン・ラッセル、それに伝記映画っていうと、誰の生涯を描いた作品なの？描かれるのは、サイレント映画時代の伝説的スター、ルドルフ・バレンティノの生涯だ。そして、主役のバレンティノを演じたのが、なんとバレエ界の伝説的スター、ルドルフ・ヌレイフなんだぜ。キャロン自身もバレエ出身だから、これはまさに新旧二大バレエスターの豪華共演になったんだ。バレエ界のスターが共演、それはすごいわね。レスリー・キャロンは、この映画でどんな役を演じたの？彼女の役は、バレンティノの才能を見出し、スターダムへと押し上げるのに力を貸した実在のサイレント女優、アラナ・ジモバだ。物語は、バレンティノの葬儀に参列した女性たちが彼の生涯を回想する形で進んでいくんだが、彼女は円熟味のある演技で、この複雑な役どころを見事に体現しているんだぜ。若いスターを導く大人の女性役、MGM 時代のキュートなイメージとは全然違う、深みのある役柄なのね。まさにその通りだぜ。この映画自体、その過激な内容から世界中で賛否両論を巻き起こした問題作なんだ。そんな作品に臆することなく出演し、堂々とした存在感を示した。若い頃のイメージから脱却し、成熟した演技派女優としての地位を確立した。彼女のキャリアを語る上で欠かすことのできない重要な一作だからこそ、第7位に選んだんだぜ。
第6位、ファニー、1961年。キャリア後期も挑戦を続けていたのね。さて、ランキングもいよいよ中盤の第6位だけど、次はどんな作品かしら？第6位は、彼女が演技派女優としての地位を決定的にした重厚な人間ドラマ、ファニーだぜ。1961年のこの作品で、キャロンは愛と人生に翻弄される大人の女性を見事に演じ切ったんだ。ファニー、なんだかすごいタイトルね。一体どんな役柄だったの？これは南フランスの港町マルセイユが舞台で、原作はフランスの作家マルセル・パニョルの有名な戯曲なんだ。彼女が演じたのは、船乗りの恋人の子を身ごもりながらも、彼が海に旅立ってしまったために、その子を守るべく別の男性との結婚を決意する、情熱的で芯の強いヒロインファニー役だぜ。なんて切ない決断なの。恋人がいないまま子供を産んで、別の男性と、すごくシリアスな物語なのね。その通りだぜ。共演もすごくてな。彼女に求婚する裕福な紳士役にフランスの大スター、モーリス・シュバリエ。恋人の父親役には名優シャルル・ボワイエと、伝説的な俳優たちが脇を固めているんだ。実はこれ、元はブロードウェイミュージカルだったんだが、映画ではあえて歌の要素をカットして、登場人物たちの心の機微を深く描くことに集中したんだぜ。歌のないミュージカル。それだけお芝居の力が試されるっていうことよね。彼女の演技の評価はどうだったの？まさに最高評価だったぜ。このシリアスな演技によって、彼女はゴールデングローブ賞の主演女優賞にノミネートされたんだ。MGM 時代の可憐な少女のイメージから完全に脱却し、一人の女性の生き様を力強く演じた。女優レスリー・キャロンのキャリアを語る上で、絶対に外せない転換点となった傑作だから、第6位にランクインさせたのさ。第5位、足長おじさん、1955年。演技派女優としての評価も確立したのね。さあ、いよいよトップ5に突入よ。第5位はどんな作品が待っているのかしら？第5位は、ミュージカルファンならば誰もが胸を躍らせる、まさに夢の共演が実現した金字塔的作品。1955年公開の足長おじさんだぜ。足長おじさん、世界中で愛されている、あの有名な物語よね。でも、夢の共演って、一体誰と共演したの？その相手は、なんとダンスの神様とまで称されたミュージカル界の巨星、フレッド・アステアなんだぜ。デビュー作でジーン・ケリーと踊り、今度はフレッド・アステアと共演する。MGM ミュージカルを象徴する二大スター両方と堂々と渡り合った女優なんて、後にも先にも彼女くらいのものなんだ。フレッド・アステアと、それは本当にすごいことだわ。物語の中では、二人はどんな関係を演じているの？原作通り、キャロンはフランスの孤児院で育った天真爛漫な少女ジュリー役。そしてアステアは、顔を隠して彼女の大学進学を支援する後援者足長おじさんだ。この二人、実は実年齢で30歳以上も離れているんだが、その年の差が、世代を超えたロマンスに不思議な説得力と深みを与えているんだぜ。30歳以上の年の差ロマンス。素敵ね。もちろん、ダンスシーンも大きな見どころなんでしょう？もちろんだぜ。特に、ジュリーが無双する場面で披露される幻想的なモダンバレエは圧巻の一言だ。それに、劇中で歌われるサムシングズ・ゴッタ・ギブはアカデミー歌曲賞にノミネートされるほどの美しい名曲で、映画全体をロマンティックに彩っている。ジーン・ケリーの力強いダンスとはまた違う。アステアの洗練されたステップとキャロンの若々しい魅力が見事に融合しているんだぜ。特にアステアとのダンスシーンでは、彼の優雅なリードがキャロンの可憐さを際立たせているんだ。まさにミュージカル史に残る奇跡の共演ね。ああ、彼女が MGM にいかに愛され、期待されていたかがわかるだろう？だからこそ、この輝かしい共演が実現した足長おじさんを、第5位に選んだんだぜ。第4位、L 型の部屋、1962年。フレッド・アステアとの共演、本当に夢のようだったわね。さあ、第4位よ。ここからは彼女のキャリアでも特に重要な作品になりそうね。その通りだぜ、レイム。第4位は、女優レスリー・キャロンのキャリアの頂点と言っても過言じゃない一作、
1962年の L 型の部屋だ。これは、彼女が単なるミュージカルスターではないことを、全世界に証明した伝説的な作品なんだ。キャリアの頂点、一体どんなところがすごいの？ MGM の華やかな映画とは違うのかしら？ああ、全く違う。これはイギリスで作られた、非常にシリアスな社会派ドラマなんだ。彼女が演じたのは、未婚のまま子供を産むことを決意した孤独なフランス人女性ジェーン。物語の舞台も、ロンドンのノッティングヒルにある、様々な事情を抱えた人々が住む安下宿なんだぜ。未婚の母、すごく難しい役どころに挑戦したのね。これまでのキュートなイメージとは全然違うわ。彼女の演技、評価されたんでしょう？評価されたなんてもんじゃないぜ。この鬼気迫るほどの演技は、世界中から絶賛の嵐を巻き起こしたんだ。なんと、英国アカデミー賞で最優秀英国女優賞、ゴールデングローブ賞で最優秀女優賞をダブルで受賞。さらに本場アメリカのアカデミー主演女優賞にも、堂々とノミネートされたんだぜ。すごい。イギリスとアメリカの両方で、その年の最高の女優の一人として認められたってことじゃない。そういうことだぜ。歌って踊るキュートな妖精というイメージを自らの力で打ち破り、世界最高峰の演技派女優であることを完璧に証明したんだ。この作品の成功がなければ、今の彼女の伝説はなかったかもしれない。まさにキャリアの転換点であり、最高到達点。だからこそ、第4位にふさわしいんだぜ。第3位、リリー、1953年。演技の頂点を見せつけられたわね。いよいよトップ3よ。一体どんな傑作が飛び出すのかしら。第3位は、レスリー・キャロンの名前と、そのコケティッシュな魅力を全世界に知らしめた不朽の名作、1953年のリリーだぜ。この作品こそ、彼女を世界的な大スターへと押し上げた、キャリア初期における最大の代表作なんだ。リリー、とっても有名な作品よね。確か、すごく可愛らしくて、でもどこか切ない物語だって聞いたことがあるわ。その通りだぜ。彼女が演じるのは、天涯孤独になってしまった純真無垢な16歳の少女リリー。彼女が旅の人形芝居一座に拾われるところから物語は始まるんだ。そこで出会うのが、戦争で足を怪我して人間嫌いになった人形使いのポール。彼は素直になれないんだが、自分が操る人形を通してだけは、リリーに心を開いていくんだぜ。このポール役はメル・ファーラーが演じ、見事な演技でリリーとの心の交流を描いているんだ。人形を通して気持ちを伝えるなんて幻想的でロマンチックなのかしら。リリーの純粋さが、彼の心を溶かしていくのね。まさにその通りだぜ。リリーが人形たちと友達になり、心を通わせていく純真な姿は、世界中の観客の心をわしづかみにしたんだ。そして、この映画を伝説にしたのが、劇中で歌われる主題歌ハイリリーハイローだ。この名曲は映画とともに世界中で大ヒットし、今でも多くの人に愛され続けているんだぜ。その歌、私も知ってるわ。この映画の曲だったのね。これだけの人気作なら、彼女の評価もものすごかったんじゃない？ああ、まさに絶賛の嵐だった。この演技で、彼女はなんとアカデミー主演女優賞にノミネートされ、英国アカデミー賞では見事、最優秀外国女優賞を受賞したんだ。映画自体もアカデミー劇映画音楽賞を受賞している。名実ともに、彼女は世界のトップスターの仲間入りを果たしたんだぜ。デビューからわずか数年で、そこまでの栄誉を手にしたなんて。そうだろ？彼女の持つ唯一無二の魅力が世界に認められた瞬間だったんだ。だからこそ、彼女の伝説の始まりとも言えるこの傑作を、第3位に選んだんだぜ。第2位、パリのアメリカ人、1951年。リリーが3位なんて、これ以上の作品があるのかしら。いよいよ第2位ね。ああ、第2位は、彼女の伝説が始まった原点にして、ミュージカル映画史に燦然と輝く金字塔だぜ。1951年公開、パリのアメリカ人。これなくして、女優レスリー・キャロンは語れないんだ。来たわね、すべての始まりの物語。当時彼女はまだ無名だったんでしょう？一体どうやってこんな大作のヒロインになったの？それこそが、
映画史に残るシンデレラストーリーなんだぜ。主演で振り付けも担当したジーン・ケリーが、フランスのバレエ団で踊っていた当時19歳の彼女の才能に惚れ込み、この子しかいない、と自ら相手役に大抜擢したんだ。全くの無名だったバレリーナが、いきなりハリウッドの頂点に立った。まさに奇跡のデビューだったんだぜ。ジーン・ケリーに見出されたなんて、運命的だわ。映画の内容も、やっぱりすごいのよね。もちろんだぜ。音楽はすべてアメリカの作曲家ジョージ・ガーシュウィンの名曲で彩られ、恋と芸術の都パリを舞台にした物語は、どこを切り取っても絵画のように美しい。そして、この映画を伝説にしたのが、クライマックスに待つ、セリフが一切ない18分間にも及ぶ壮大なバレエシーンだ。18分間もバレエだけで見せるなんて、聞いたことがあるわ。まるで印象派の絵画が動き出したみたいだって。その通りだぜ。ルノワールやロートレックといった画家たちの世界を、色彩とダンスだけで表現したこの場面は、まさに映像の奇跡だ。この革新的な表現は世界に衝撃を与え、この年のアカデミー賞では、なんと作品賞を含む6部門を制覇したんだぜ。作品賞までデビュー作がアカデミー作品賞なんて、本当にすごすぎるわ。ああ、そして、この一本で世界はレスリー・キャロンという新しいスターの誕生を知った。彼女の伝説の幕開けを飾った。これ以上ないほど輝かしいデビュー作。だからこそ、敬意を表して第2位に選んだんだぜ。第1位、恋の手ほどき、1958年。デビュー作が2位なんて、これを超える作品は一体何なのかしら。ドキドキするわ。栄えある第1位の発表をお願い。ああ、ついに第1位の発表だぜ。レスリー・キャロンのキャリアの集大成にして、ミュージカル映画の歴史に永遠に輝く絶対的傑作。それが1958年公開、恋の手ほどきだ。恋の手ほどき、これまた有名なタイトルだわ。アカデミー賞を総なめにしたって聞いたことがあるけど、本当なの？総なめなんてレベルじゃないぜ。なんとこの年のアカデミー賞で、ノミネートされた作品賞、監督賞、脚本賞など9部門の全てを受賞するという、前代未聞の歴史的快挙を成し遂げたんだ。監督は、デビュー作、パリのアメリカ人と同じヴィンセント・ミネリ。まさに最強タッグが再び奇跡を起こしたんだぜ。9部門すべて受賞。信じられない。そんな伝説的な映画で、彼女はどんな役を演じたの？彼女の役は、無邪気な少女から洗練された大人の女性へと成長していくヒロインジジだ。この映画がユニークなのは、ジジが大場から受ける教育っていうのが、上流階級の紳士の立派な愛人、妾になるためのものだったってことなんだぜ。愛人になるための教育、ミュージカルなのに、すごく大人びたテーマなのね。そうなんだ。ジジは遊び人の大富豪ガストンと兄妹のように仲が良かったんだが、美しく成長した彼女を見て、ガストンは自分の愛人にしようとする。でも、ジジは愛のない関係をきっぱりと拒絶し、真実の愛を求めるんだ。この少女からレディへの変貌と、心の成長を見事に演じきったんだぜ。共演のルイ・ジュールダンや、シャンソンの大御所モーリス・シュバリエも素晴らしかったな。ただ可愛いだけじゃない、意志の強い女性を演じたのね。衣装もすごく豪華だったって聞くわ。ああ、セシル・ビートンが手掛けた衣装はアカデミー衣装デザイン賞を受賞したほど豪華絢爛だ。デビューから7年、少女から成熟した女優へと成長したレスリー・キャロンの全てが、この一本に詰まっている。人気、実力、そして美しさ。その全てが頂点に達した、まさにキャリア最高の傑作。文句なしの第1位だぜ。総評、まとめ。こうして振り返ると、本当に素晴らしい作品ばかりだったわね。無邪気な少女から、芯の強い大人の女性まで、レスリー・キャロンの魅力がたっぷり詰まったランキングだったわ。ああ、バレリーナから見出され、ミュージカルスターへ、そして世界的な演技派女優へと、彼女は見事に羽ばたいていった。ジーン・ケリーとフレッド・アステアという、あの時代の二大巨星と共演したことからも、彼女がいかに特別な存在だったかがわかるよな。本当にそうね。彼女の活躍した時代が、MGM ミュージカルが最も輝いていた黄金時代の、まさに最後のきらめきだったのね。その通りだぜ。
ミュージカルブームが去った後も、彼女は挑戦を止めなかった。L 型の部屋のようなシリアスな作品で世界的な評価を得たことが、その何よりの証拠だ。だからこそ、彼女は単なるアイドルじゃない。MGM ミュージカル最後の司法と呼ばれるんだぜ。その称号にふさわしい、偉大な女優だったことがよくわかったわ。今回も素敵な映画をたくさん教えてくれてありがとう、マリサ。どういたしましてだぜ。さて、今回の解説はここまでだ。この動画を見て、レスリー・キャロンの映画が懐かしい、あるいは見てみたいと思った人は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。皆さんの好きなレスリー・キャロンの作品も、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画で会おうぜ。